コンケイクです。今回のテーマは、次の転職先、あなたが導かれているところ、そしてそこでの人間関係を見ていきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドとオラクルカード、ルノロマンカードを使用して占っていきます。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果ですね。A の方の転職についてなんですけれども、ご自分の望み通りの報酬を得られるような職場、そして思いやりのある職場っていうことですので、人間関係も充実しそうですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。ではまず過去ですね。カップの4の正位置です。仕事に不満が大きかったということですね。はい。そうですね。やはり転職を決めてらっしゃるっていうことは、かなりご自身に仕事に対する不満が大きかったっていうのは、当たり前といえば当たり前ですよね。そしてマンネリ気味だったということで、同じようなことの繰り返しっていうことがあったのかもしれないですね。もっといろんな新しいことをしてみたいとか、そういうふうに思われているけれども、その過去の環境ですと、あなた自身がそういうふうには動けなかったっていうことですね。ご自分自身のやれること、いろいろあったと思うんですよね。そういうところの邪魔をされていた状況っていうことなので、そうですね。やっぱり新しいところに行きたいっていう気持ちが強くなられたでしょうね。では現在ですね。ワンドのナイトの逆位置ですね。お仕事での人間関係の悪化があるということですね。これはまさにもう離れるっていうことを決める決定的なことっていうことではありますよね。人間関係がやはり悪いとお仕事したくないですよね。行きたくないっていう気持ちが強くなりますよね。すごくよくわかります。お仕事自体の内容が不満っていうのももちろんいろいろ辞めるとか転職のきっかけにはなると思うんですけれども、やはり最も多いのは人間関係が良くないとかそういうところかなと思いますので、このあたりもあなたにはかなり大きい影響があったんでしょうね。そして、ワンドのナイトなので、今いる場所を離れる時っていうのがしっかり出ておりますので、まさにあなたの転職っていうのは正解っていうことですね。この場所から離れて新天地に向かう時っていうことなので、今後はですね、転職して良いところに行くっていう風に考えていきましょう。そうしないとですね、もうここの職場での関係とか環境とかの限界を迎えられるような感じになっちゃうと思うのでですね、できるだけ早めに辞めますということを伝えていただいて、次の方ですね、転職活動に向けて動いていった方がいいかなと思いますね。そうですね。あとは、もしも現在辞められてるのであれば、新たなお仕事先っていうのを早めにですね、探していくっていうのがいいかもしれないですね。そうですね。これが、例えば、あなた自身の都合で辞めるっていうことになるのであれば、そんなに大丈夫かなと思うんですけれども、会社の方の都合で辞めさせられるとかになると、職業安定所の方でしっかりとですね、あなた自身が辞めた後に保証を受け取るっていうのがかなり額も大きいとかですね、そういうのもありますので、その辺もですね、しっかり活用しながら次のお仕事を探すっていう風にしていただければなと思いますね。では未来ですね。カップのキングの正位置ですね。思いやりのある職場ということですね。そして望み通りの報酬をあなた自身が手にすることができる。
まさにそういう環境ですので余裕も持てますね。よかったです。あなたの導かれている転職先っていうのはですね、あなたにとってとても良い環境になりそうですね。カップのキングなので、最もやはり優しく、そしてキングは上司を指すっていうこともありますので、もしかしたらですね、あなたのその上の立場になる人っていうのがしっかりとあなたをですね、受け止めてくださるですね。寛大に見てくださるっていう感じでですね。そのあたりでも人間関係もとにかく良さそうな感じですね。いいと思いますね。まずやはりあなたに余裕が持てるっていうような職場にはなりますので、そこで自分が何ができるかっていうのもいろいろ考えられると思うんですよね。ですね。心に余裕があって動けるっていうことはすごく大事ですね。そこであなたの手腕を発揮していただけたらと思いますね。では、周囲がどんな感じなのかっていうのがですね、ペンタクルの3の定位置ですね。教えるのが上手な人ですね。しっかりあなたの実力を評価してくださるっていうことなので、これは未来に続くあなた自身にとってより良い関係性を築ける人がたくさんいらっしゃるっていうことですよね。で、例えばですね、お仕事として全然違う職種になる可能性もあると思うんですけれども、教えるのが上手な人っていうことなので、あなたが初心者というお仕事になったとしても、それをですね、丁寧に教えてくださる、あなたの力になるように手助けしてくださる方がいらっしゃるっていうことなので、そこも安心ですね。しっかりと仕事を覚えられると思いますね。で、あなたの実力をしっかり評価してくださる。これは、評価してくださるのはやはり上司とか人事の方になるのかなと思うんですけれども、あなたのことをしっかり見てくれて、さらに、あなたの実力、本当の実力っていうのがあると思うんですけれども、それをですね、遺憾なく発揮すれば、それだけ評価も高くなっていくっていうことですね。あなた自身が望み通りの報酬が手に入るぐらいなので、きっとその報酬を得られるぐらいの実力があるっていうことだと思うんですよね。そうなってくると、やはり評価も上がってきますし、で、これからまた報酬も上がっていくっていう可能性もございますね。いろいろと前向きな気持ちになれるような職場になるのかなと思いますね。では、障害ですね。あなたの邪魔になること。ソーダの3の逆位置ですね。自分で自分を苦しめることにならないようにという風になっております。これは、あなた自身が自分でですね、自分なんかダメだって思わないことが何より大事ですね。今までお仕事に対して不満だったりですね、動きにくかったとかそういうところがあったと思うので、それでですね、とてもいい場所に動くっていうことなので、それをですね、その過去のものを引きずって自分なんかダメだとかですね、自分のことをですね、勝手に苦しめてしまう。誰もあなたのことをダメだなんて言ってないですし、おそらくそういう職場だと思うんですよね。あなたのことをダメだなんていう職場ではないと思うので、自責の念を持ちすぎないっていうことは大事ですね。責めすぎないことは何より大事。では最終結果ですね。等の逆位置ですね。あなた自身のトラウマが解消されていきます。そうですね。長年苦しんでおられたのかなと思いますので、そのお仕事に対するトラウマはだんだんと解消していきます。そうすると、やっぱり安心するっていうのもあるので、少しずつボロが出てくる。このボロが出てくるっていう言い方だとちょっと悪いような感じが見えてきますけれども、結局、あなた自身のその甘えるっていう気持ちが出てくることで、ちょっとした、やっぱりミスとかもですね、出てくるとは思うんですけれども、それをフォローしてくれるような職場だと思うので、あなたがそうやって、変に肩肘張って完璧にやらなきゃって思わなくてもいいですよっていうところはあると思いますね。そして、もう一つ心配になってるのが体調不良になるかもしれないっていうところで、これはですね、今まで頑張ってきたことが蓄積されていっ
て、で、自分が安心できる場所、ゆったりとできる場所に動いたことで、どっと疲れがですね、一気に放出されるような感じになって、体調不良になるっていう可能性もありますね。そうなった時に、その職場っていうのは、多分風通しのいい職場でしょうし、で、思いやりもありますよね。親切なところだと思うので、しっかりと、有給休暇だったり、体調管理のためのお休みだったりをですね、取れる環境ではあると思うので、そこでですね、無理をせずに、しっかりと休むっていうことも大事だと思いますね。そこはですね、しっかり職場に相談しながら、自分の体調と相談しながら動いていくっていう風にしていかれたらいいと思いますね。まずはあなた自身の今までのご苦労っていうのが報われていく、トラウマも解消されていく、少しずつですね、あなた自身がこのお仕事に転職できてよかったなって思えるっていう風になっていくのかなと思いますね。では助言ですね。ペンタクルの5の逆位置ですね。他人の意見を求めていきましょう。自力だけで道を切り開こうとしても難しい時があります。これだけですね、転職先っていうのは、あなたのことをサポートしてくれるような感じで出てますので、しっかり意見を求めて大丈夫です。相談したりとかですね。自分だけで頑張ろうと思うと、困難な場所っていうのは必ずお仕事においては出てくるので、私はやっぱりお仕事っていうのはチームでやるものだと思ってるんで、そうですね。例えば過去、現在を見てると、きっとですね、チームでできるなんていう状況じゃなかったと思うんですよね。一人で頑張るしかないとかそういうお仕事も多かったと思います。でも、今後のですね、転職先ではそうではないので、しっかりですね、チームワークを作っていってですね、あなた自身がそのチームと共に一緒に頑張っていくっていう風に動いてくださればいいなと思います。では、オラクルカードですね。1枚目が勇気です。自分がどこから来たのか、どれだけ遠くまで来たのかを忘れないよう、過去や未来に目を配り、まだやりたいことや達成したいことを考えましょう。自分がどこから来たのか、その今現在過去はすごく嫌な仕事先ですよね。あなたにとってはですね。で、転職先っていうのは、これからまた遠く離れた場所にある。それは距離的なものだけではなくて、もう本当に価値観がガラッと変わるような感じの転職先になるとは思いますので、それをですね、忘れないように、過去の辛い経験もあなた自身の力にはなってると思うんですね。それだったり、今後のですね、いろいろと起こることにも目を配っていって、自分の達成したいことをしっかり考えていって、それを達成していくっていう風に動いてほしいなと思いますね。そしてオラクルカードの2枚目が最善を尽くすことが重要です。残りは所定の位置に収まりますということで、あなた自身が最善を尽くすことが何より重要ですね。どうでもいいことっていうのは全部ですね、勝手に収まってくれるので、あなたが目を向けるべきことは自分が何をするべきか、最善を尽くすことですね。そこに目を向けるだけで大丈夫です。そしてオラクルカードの3枚目が壁画ですね。自分自身を最優先にしましょうということですね。これもそうですね。あなた自身が最善を尽くすことが重要っていうのと被っている部分ではありますね。で、今まではいろんな人たちの邪魔だったりですね、お仕事でいろいろとご苦労あったと思うんですけれども、これからは自分自身を優先にできる環境になっていきますので、そういうふうにしっかりとですね、気持ちを切り替えてもらえればと思いますね。では、ルノルマンカードですね。船です。旅立ちの時、ここももうしっかりと出てますね。もうあなた自身は旅立つべきなんだという風になってますね。チャレンジ精神を大切にしてください。遠くに行く方を選びましょうということでですね。これもやっぱり距離的なものかもしれませんし、また自分の今までやったことのない職種っていうことなのかもしれないですし、いろんな可能性はありますけれども、とにかくチャレンジ精神は大事っていうことですね。
挑戦していきましょう。それによって、あなたの立ち位置っていうのもですね、もっとより良い方向に行くのかなと思いますね。そうですね。もうこれはですね、過去現在、あなた自身が苦労されてらっしゃる。もうこれは間違いないです。なので、そこをですね、にずっといてもですね、あなた自身が苦しいだけなので、もう転職を考えておられるっていう方向で見ておりまして、それでちゃんといい場所に行けるっていう風になっておりますから、もうここでですね、足踏みせずに勇気を出していきましょう。で、そうですね。あと心配なのはやっぱりその安心感ゆえに体調不良になってしまうっていうことなんですけれども、そこでですね、また体調を押してまで無理をするっていうことはしないでくださいね。あなたにはきっとこれからは頼れる人たちっていうのが周りにどんどんと現れると思います。お仕事のところでですね。そういう人たちに相談して、しっかりフォローしてもらいながら、自分の体調管理を優先していきましょう。そういうふうに動いていってくださいね。まず自分自身を優先しましょうということでですね、出ておりましたので、お仕事をしながら自分のことを優先していく。休めるときは休むっていう風にしてくださいね。それでは、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。あなたの転職先ですね、導かれているところは、あなたの知性や経験が活かされるところですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。カップのキングの正位置です。慌てず落ち着いて仕事を進めていけたっていうことで、過去に関しては、あなた自身のお仕事ぶりっていうのは安定していたのかなと思うんですけれども、ただ、あなた自身が思いやりのある方で、誠実さがしっかりとある方っていうことで、そういったところをですね、職場の仲間からいいように扱われていたところがあるのかなと思いますね。そういうことはですね、あなたの自分がやれるお仕事っていうのがちゃんとあると思うんですけれども、やるべきお仕事ですね。そのやるべきお仕事以上に他の人のお仕事も任されていたとかですね。あなた自身のその実力っていうのはしっかりある。だけれども、周りが邪魔をしているっていう状況ですね。これは。良くないですね。これが辛かったのかなと思いますね。では、現在ですね。カップの9の逆位置ですね。損失を被っていらっしゃる。人間的に信頼の置けない人っていうことで、過去からパワーアップしてますね。良くない人たちが。あなた自身にお仕事内での損失を被るっていうことは、そうですね。お仕事先の、お金のミスだとかそういったところをあなたが押し付けられたりとか、そういう可能性もないとは言えないんですけれども、それよりは他人のですね、職場の人たちのミスとかですね、そういったところをなぜかあなたがなすりつけられて、それで窮地に陥るっていう、そういったことがあるっていうことですかね。他にもいろいろあると思います。あなたが結局損をしてしまうこと、そういったことが起こっているっていうことですね。そういう人たちが多いっていうことは、やはり信頼は置けないですよね。そういう職場にいられるかって言ったら、いたくないですよね。できれば一刻も離れたいと思うので、それで転職を考えておられるのかなと思いますね。そうなっていくとやっぱり気になるのは、今後転職した場合どうなっていくのかっていうことですよね。では、肝心の未来ですね。ソードのページの正位置です。金額交渉がしっかりできるようなお仕事っていうことなので、それは安心ですね。やはりお仕事の条件を先に提示してもらって、で、自分自身がもうちょっと上げられないかとかですね、そういうふうにできるのは大事ですからね。まず、そういったですね、お仕事の条件、雇用条件ですね。そういうのがあなたが不満がある状況だと、その今後もですね、それが響いてくる。本当にこの仕事で良かったのかなって思っちゃいますからね。そういうことはないっていうことですね。
で、おそらくあなたが導かれている場所っていうのは発展途上にある職場っていうことで、ということは、これからですね、どんどんと伸びていく会社なのかな、お仕事場なのかもしれないですね。フリーランスの方だと、あなた自身が発展途上にあるっていうことかなと思いますね。で、その場所っていうことなので、結局、そこの職場自体もまだまだ初々しい感じっていうことですよね。そうするとあなたの今までやってきたことの知性だとか経験がしっかりと活かされていくっていうことですね。それで頼りにされるっていうことが増えていくと思います。あなたがいなくてはいけないという状況になっていくと思いますので、ここのお仕事場ではですね、あなたの居場所っていうのはですね、しっかりと確立されていくのではないかなと思いますね。そうですね。フリーランスの方ですと、それがあなたの経験が活かされるっていうことなので、今後ですね、またいろんな依頼だとかですね、そういったところにもつながっていくのかなと思いますね。これだけではですね、だいぶ違いますね。過去、現在の劣悪な環境ですよね。特に人間関係におけることだと思うんですけれども、そういった場所からは離れられるっていうことで、良かったかなと思いますね。それでは周囲の結果ですね。ソードの5の逆位置ですね。もちろん今後はですね、とても良い転職場所になるとは思うんですけれども、悪意を持って貶めてこようとする人も存在するっていうことですね。それはですね、どこに行ってもやっぱりこういう人っていうのはいらっしゃるっていうことですよね。でも、今までのずっと居場所がないような感じ、あなたを貶める人がたくさんいるような感じではないと思います。そういう人がですね、今回、今後の転職先で現れたとしても、そういう人は相手にしなければいずれ離れていきますね。で、もし不安だなと思われるのであれば、今回の転職先ではですね、しっかりとあなたの力とかがですね、頼りになるっていうことで、信頼をしてくださる方っていうのがいっぱいいるはずなので、先に味方をつけておくっていうこともいいかもしれませんね。そういう人たちに前もって言っておく。ちょっとこの人怖いなって思われた場合、不安だなって思った時、そういう人がいらっしゃった時は、他の人にですね、自分の不安だとか相談だとかそういったところをですね、話しておく。そうすると、味方になっておく人がいれば、それだけでもですね、そっちの悪意を持って貶めてこようとする人っていうのは、自分の居場所がなくなっちゃいますからね。あなたに味方がいっぱいつけばつくほど、その人に対する、その人はどこに行ったらいいだろうっていう感じになると思うので、そういう風にするためにも、他の人を味方につけるっていう方法も一つの手かなと思いますね。何にせよ、その人自体を相手にしていろいろ言うんじゃなくても相手にしないっていう風に考えていただければと思いますね。では、障害ですね。ペンタクルの2の聖地ですね。気を使いすぎてしまうと、それがあなたの障害になってしまうっていうことでですね。そうですよね。あなたの場合、やはり、元々が思いやりのある方っていうことなので、お仕事に関してもですね、周囲の人に気を使いすぎてしまって、それが結果的に自分自身を苦しめてきたっていう経験もあるのではないかなと思うので、まずそれをやめていく。あなたを頼りにする人っていうのはこれからもたくさんいらっしゃると思うんですよね。それはやっぱり転職先の状況とかもあると思うので、なっていくとは思うんですが、あなたが気を使いすぎるっていう必要はないっていうことですね。その人たちと助け合ってお仕事をやっていくっていう風に考えていただく。あなたが全部背負わなくていいっていうことですね。時にですね、あなたができることもあればできないこともあると思うので、そのできないことまで無理してやらなくてもいい。それをやってしまうと、他の人たちがあなたに甘えすぎてしまって、お仕事の全体的な緩みが出てしまう。それであなたにまた結局負担がいってしまうっていうことになるので、そうならないためにも、もう今まで
あなたが気を使ってずっとやってきたこととか、そういったことはもう一旦忘れてしまいましょう。これからは新たな新天地で働くっていう風に行くので、もうその時の自分の気の使い方っていうのは忘れてしまって、全部捨ててしまって、もう自分と他の人たちで協力していくんだっていう風に考えて動いてもらうといいと思いますね。では最終結果ですね。月の正位置です。見えないところで不利なことが進展する可能性があるので、不利になると思うことは早めに対処していきましょう。ですね。これは、そうですね。悪意を持ってる人もいるっていうお話はしたので、そういうところでですね、不利なことがある可能性があるっていう、その早めに対処しましょうっていうのがやっぱり、できるだけ早めにあなたに味方をたくさんつけておくこと。それが大事っていうことですね。もしくはお仕事のところでですね、いろいろと自分自身が不利になってしまうっていうこともないとは言えないので、それは多分その障害にも関わってくるのかなと思うので、もうできないかもしれない、難しいかもしれないって思うことは、真っ先にですね、上司の方とかですね、フリーランスの方だったら、クライアントの方とかにですね、言っておくとかして、しっかり自分が不利にならないように立ち回っていくっていうことが大事ですね。今までが人に気を使いすぎていたですよね。なので、きっとあなたが損することっていうのがたくさんあったと思うんですよね。お仕事の環境でもですね。そうならないために、あなたが少しこれはずるいんじゃないかって思われるかもしれない。優しいですし、誠実だから、そのあたり、ちょっとズルをするっていうこともしていいと思います。あなたの得になるように動いていってくださいね。では、助言ですね。力の正位置です。最後まで踏ん張れば勝利は目前です。結果を出したいことに力を入れましょう。あなた自身がお仕事の中で最も頑張りたいことっていうものがあると思うんですよね。結果を出して、これで自分の評価を上げるぞとかですね。そういうのってあると思うんですよね。そこに力を入れて動くことで、もっともっとあなたの役割というか、立場ですね。が花開いていくのかなと思いますね。転職先でもやっぱり時にはですね、苦労だったりもあると思うんですけれども、だけれども、そこを踏ん張っていけば勝利があるっていうことですね。今までは何をやっても、もしかしたら、あなたの、損になることが多かったかもしれない。でもこれからはちゃんと、あなたの力っていうのも発揮されていきますし、踏ん張って勝利を得ることもできるっていうことですね。そういうことがありますよっていうふうにですね、前向きに希望を持ってお仕事をしていくっていうことも考えていてほしいなと思いますね。では、オラクルカードですね。1枚目が美しさです。すべてのものに美しさがあります。これはですね、あなた自身のことだと思いますけれども、内面の美しさとかそういうことだと思いますかね。お仕事の関係で、決してですね、あなた自身がお仕事をいろいろ、今まではやっぱり邪魔が入ったりで大変だったと思うので、むしろ自分に自信がなかったのではないかなと思うんですけれども、これからはですね、自信を持って進んでいけるようになっていくと思うので、それをですね、前を向いて胸を張ってお仕事を頑張っていってほしいなと思いますね。あなたのその自信の強さ、力強さが内面の美しさ、溢れ出る美しさに変わっていくと思いますね。そしてオラクルカードの2枚目が成功か失敗かに焦点を当てず、ただ努力に焦点を当ててください。挑戦することに焦点を当ててくださいという風になっておりますね。成功か失敗かって気にはなると思うんですよね。私もやっぱり、失敗したなって思うことあります。こればっかりはね、しょうがないことかなとは思うんですけれども、そればかりに焦点を当てるのではなくて、あなたが努力をしてきたこと、頑張ってきたこと、そして今から頑張ることに焦点を当てると、
その結果だけにですね、こだわってしまって苦しくなるのではなくって、頑張ってきたことによって、これだけ自分はいろいろとできるようになったんだなっていう風になっていくと思いますし、で、お仕事に対する挑戦もですね、これを頑張れるようになったのかっていう風になっていくと思いますので、成功か失敗かだけにはスポットライトを当てるのではなくて、あなた自身の頑張りとかそういったところにも、そうですね、光を当ててあげてください。そしてオラクルカードの3枚目が翼です。あなたが飛ぶための翼は必要ありません。あなたにはもともとですね、お仕事をやっていける能力だとか、経験値だとか、そういったものは備わってるんですよね。ただ、今までは環境が悪かった。人間関係も良くなかったっていう、そこがある。だから、これからはですね、あなたが飛ぶための翼、何か特別なものっていうのは必要ないっていうことですね。あなた自身身一つで動いていっても十分ですね。実力を発揮できて、お仕事として、この人は優秀な人なんだなとかですね。評価されていくっていうことですね。では、ルノルマンカードですね。子供です。失敗しながら成長できます。初心は忘れるべからずという風になっておりますね。転職先でもですね、もちろんあなたの経験値や知性や、やってきたことっていうのは発揮できると思います。だけれども、失敗することも時にはあると思うんですよね。で、焦点を当てないようにって言ったので、その失敗しながらも努力して成長ができるっていうところが大事っていうことですよね。あなたはいくらでも今から伸びしろがあるっていうことですね。どんなにベテラン、例えばその職種の業務をずっとやってきたとしてもですね、その中からまた成長していって、もっともっとですね、あなた自身が輝けるお仕事、あなた自身が評価してもらえる。なんだったらやっぱり報酬も上がっていくっていうですね、成長を見せていくっていうことだと思いますね。だからこそ、その時に初心ですね、最初にお仕事を始めた時のことを思い出しながら、自分自身のその謙虚さっていうことも思い出してくださいっていうことですね。そういうふうに、いろんな考え方を変えていくことでですね、また転職先でもっともっと活躍していけるっていうことですね。そうですね。今回に関しましては、あなた自身がすごくですね、まずご苦労があったっていうことも伝わってまいりますね。過去よりもやっぱり現在が大きいかなと思います。もう今すぐ辞めたいっていう感じの気持ちが見えてきますので、そうですね。これをやめていって、で、あなたが導かれている転職先っていうのでですね、しっかり活躍もできると思いますので、もしも、それで動いていけて大丈夫かなって思われるのであれば、大丈夫ですというふうにですね、しっかりとお伝えさせていただきます。ですね。これからですね、まだまだ大変かとは思いますけれども、あなた自身の能力っていうのはですね、今後しっかりと発揮されていくと思いますので、よろしければですね、こちらの方を参考にして動いてみてください。それでは B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の導かれている転職先は、あなたが頼りにされて優秀な人が集まってくるような職場ということになりますね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。世界の逆位置ですね。これはもう本当に大きなポイントになっているかなと思うんですけれども、仕事に限界を感じていた。もうそのままストレートですよね。あなた自身がもう仕事我慢ならない、無理っていう風になっていたっていうことですね。で、世界の逆位置なので、最も大きなダイヤルかなっていうことなので、もうこの段階であなた自身は転職を決めてらっしゃったのかなっていうところがありますね。ターニングポイントですよね。それぐらい
嫌なことがいっぱいあったっていうことですね。お仕事、いろんなことを背負わされたりとかですね、嫌な人間関係があったりとかですね、いろいろあると思うんですけれども、もうここにはいられないっていう風になっていたっていうことですね。では現在ですね、こちらがカップの9の逆位置ですね。すべてにうんざりしている状態ですね。これはそうですよね。過去がそうだったのだから、現在もそうなりますよね。もうこれは、もしかしたらもうあなた自身は辞職願いとか、そういうのを出してらっしゃる可能性もありますね。ただ、やっぱり辞職願いとか、出してもすぐに辞められるわけではなくって、1ヶ月ぐらいはやっぱり働かなければいけないとかもありますからね。辞める辞職願い出してなくっても、結局今は頑張ってやってる状況だと思うので、とにかく何もかも嫌だっていう感じでしょうね。そして職場が欲望に支配されていて、判断を誤っているっていうことなので、職場の、上層部の方ですかね。こちらがいろいろ、もしかしたらあなただけじゃないかもしれないですね。他の職員さんに対しても不当な扱いをしている可能性がありますね。これは本当に判断を誤っているので、いずれ離れていく人っていうのはどんどん増えていくと思いますね。あなただけじゃないと思います。その上層部の人たちがあなたたちに結局十分な報酬を与えていないとか、十分な立場にさせていないとか、そういう可能性もありますね。そういうことで、あなた自身も限界を迎えていらっしゃるということだと思いますね。もうこれはですね、ここの職場っていうのは、判断誤ってるので、いずれですね、崩壊に向かっていくのではないかなっていうところがありますね。ただそれはあなたには関係のないことなので、もう職場はですね、今後どうなろうと知ったことではないということで、もう気にせずに前に進んでいきましょう。次の転職先っていうのがですね、どういうものかっていうのを見ていこうと思いますので、そういうふうに考えていきましょう。では未来がどうなっていくのか。ソードの7の逆位置ですね。ここはもう転職先っていうことになると思うんですけれども、あなた自身がトラブルに対して未然に対処できるような環境になっているということになってますね。そして心の使いが取り除かれていって、安全に進んでいくということができますね。これはですね、転職先自体の環境がいいのかっていうよりは、あなたの力の方が大きいかなと思いますね。これまでご苦労されてきた分ですね、きっとその経験値っていうのがかなりあなた自身高いと思うんですよね。そこが活かされるっていうことですね。たとえ転職先で何かあったとしても、あなた自身がいろいろと対応ができるので、それによっていろんな人から評価を勝ち取っていくのかなっていうところが見て取れますね。で、今までですね、苦しかったと思うんですよね。そういったところの心の使えっていうのもどんどんとなくなっていくっていうことなので、安心して働けるようになっていくのかなと思いますね。そこに関しましても安心しましたね。あなたにとってはどちらかというと平和な職場っていうことになると思いますね。では周囲がどんな人がいるのかっていうのがですね、ソードのナイトの政治ですね。会話で距離を縮められるような人間関係ということですね。しっかりと相談したり意見を交わすこともできるので、これは本当にいいことですね。やはりですね、職場内で会話がない状況だと、それはそれでですね、ちゃんとお仕事が回らないんですよね。そういうことがなくなるっていうことですね。あなた自身が気になることでも聞きやすい環境になっていくと思いますね。で、会話で距離が縮まるっていうことなので、どんどんいろんな人と話していきましょうね。転職先ではですね、そういったコミュニケーションも取りやすいっていうことですね。これも安心ですね。今までのですね、辛さは何だったのかという感じで楽になっていくと思います。よかったです。もうこれだけでも全然違うと思いますね。では、障害ですね。こちらが資材の逆位置ですね。自分を安売りしたりしないことが大事ですね。あとは約束はしっかり守るっていうことが必要ですね。自分を安売りしないっていうのは、結局、自分のその、やるべきことっていうのがあると思うんですけれども、そのお仕事に関してですね、
それで自分のその報酬以上のことをやりすぎたりしないっていうことはまず大事ですね。あとは人の分までやってしまうとかですね、そういうことも気をつけていった方がいいと思います。そういう風にしていくと、また元の木阿弥になってしまう可能性もあるので、そういう風にせずに、もうあなたのお仕事はあなたがきっちりやる。もちろん、その中で協力していけることは協力していくんですね。うん。で、他の人がやってることも、協力できるところは協力するけれども、ただ、それはその人の担当ではあるから、それを全部自分がやってしまうとかそういうことはしないと。で、当初のその転職した時に提示されてる雇用条件っていうのがあると思うので、その雇用条件以上に無理して働くとかそういうことは絶対にしないようにしてくださいね。で、あとは約束を守るっていうことですね。その約束を守るっていうのは、例えばお仕事だと期日とかですね、そういったことあると思うんですけれども、その期日がもし間に合わないとか、そういうのがあれば、早めにですね、言うとかですね、そういうふうにしていくっていうことですね。できますっていうふうに言ってしまうと、それで後々の評価に響いてしまうっていうことがあるので、これは難しいですっていう時は、難しいっていう風に言う。まあ、それもやっぱり安請け合いとか、そういうことになるのかなと思うんですけれども、自分のできる範囲のことがどれぐらいなのかっていうのは、おそらくご自分でも分かってらっしゃるとは思うので、そこをですね、無理して、例えば職場の人によく思われたいとかそういうことで受けてしまうということってあると思うんですよね。やっぱり職場の人間関係良くしていきたいですからね。でも、それで無理してしまうんじゃなくって、できないことはできないという。で、期日がもしも過ぎてしまいそうであれば、早めに上司の方に言っておく。もしくは同僚の人たちに助けてほしいところがあれば助けてもらうとかですね。そういうふうに動いてもらうといいのかなと思いますね。そういうところが障害にならないようにできるだけですね、解消していくっていう風に動いてみてください。では最終結果ですね。こちらがカップのキングの正位置ですね。寛大な上司ですね。そういう人が最終的にはいらっしゃるということで、転職先でですね、もともとそういう方なのかもしれないですし、もしかしたら異動になって新たな上司がいらっしゃるのかもしれない。そういう可能性はありますね。最終的なところなので、何とも言えないんですけれども、そういうあなたにとっては相性のいい上司っていうのがいらっしゃるということですね。そしてあなたの落ち着いた状況ですね、対応で信頼を獲得していくこともできますので、最終的にはあなた自身しっかり頼りにされて、その中で優秀な人もしっかり集まってくる。で、そうなってくると、あなたのその力っていうのは評価されていくので、報酬も上げてもらいやすいということですね。例えば、1年に1回人事とお話しする機会とかあるかもしれないんですけれども、そういうところでもこれだけのことをやってきましたっていうのがしっかりとできますし、で、それで交渉もしやすいのかなと思いますね。フリーランスの方であれば、自分の実績とかですね、そういったところで、自分自身で報酬を上げていけるのかなとは思うんですけれども、そういうので、ちゃんと上げてもらいやすい状況にはなるっていうことですね。それだけの実力をあなた自身が未来の時にですね、発揮していってるっていうことですね。で、経験をもっともっと積んでいけるっていうことですよ。ですね。もう順調ですね。転職さえしてしまえば、あなた自身の状況っていうのはすごくトントン拍子に階段を登っていくような感じで上昇していくっていうところですよね。もうこれはですね、早めにこのうんざりしている状況から逃げ出した方が良さそうな感じですね。では助言ですね。こちらがカップのエースの正位置ですね。感謝の気持ちを忘れないでくださいということですね。基本といえば基本ではありますよね。どんな相手でもやはり感謝の気持ちを忘れないっていうことですね。それはお仕事の相手にももちろんですよね。仲間とかですね。クライアントさんとかいろいろいらっしゃると思うんですけれども、だんだんとお仕事をやっていくと、
そのあたりって消えていきますよね。感謝の気持ちって。自分のことで精一杯になっていく。だんだん余裕なくなっていきますからね、お仕事してるとね。そこを、また改めて、せっかく転職されて新しく心機一転されるのです。で、そこで改めてまた感謝の気持ちを忘れないというふうに思っていただくといいのかなと思いますね。感謝の気持ちっていうのは別に物で何か返すとかそういうことでもなくていいと思います。もう言葉だけでも十分だと思いますね。ありがとうっていうその一言があるだけで全然人って違うんですよね。あ、この人に感謝されてよかったなって思える、だと思いますので、特にあなた自身はですね、これからも自分の対応とかですね、いろんなことで信頼されていくっていうのがもう出てますから、そこでですね、さらに感謝の気持ちをいろんな人に伝えていくことで、この頼りにしてる人に感謝されるなんて自分はもっと頑張ろうっていう周りの人たちのモチベーションにもつながっていくっていうことですね。だからそういったことでですね、しっかりとその気持ちっていうのは忘れずに動いていってほしいですね。それではオラクルカードですね。1枚目が悪魔です。悪魔はいつもどこかに潜んでいます。職場の環境かもしれないですし、職場の人間関係かもしれないですし、あなた自身かもしれない。悪魔はやっぱりどこか潜んでいるということですね。もうそれはですね、しっかりとですね、自分が対処できれば十分処理できる問題だと思います。悪魔って言ってもですね、どちらかというと誘惑に近いのかなと思いますので、その誘惑に勝つっていうことはいくらでもできると思いますね。そこはですね、転職先でもですね、気にしていただいて、その誘惑に打ち勝つっていうことだけですね、考えていただければいいのかなと思いますね。あまりですね、大ごとに考えなくて大丈夫と思います。そして、オラクルカードの2枚目が、すべてが怖くて自分は弱いと感じる。でもそれは何か悪いことが起こるという意味ではありません。不安な感情は通常現実を示すものではありません。結局これは過去現在のあなたの状況を見てるとそうなりますよね。自分が弱いとか、怖い、不安になる。それはもう、この状況だと、どうしてもそうなっちゃいますよね。でもこれはですね、今後はですね、それが何か悪いことが起こるという意味ではないっていうことですね。今からは大丈夫ですよっていう風になっております。どうしても不安になることもあると思います。でもそれが現実に起こるかっていうと、起こるわけではないっていうことですね。もっとですね、前向きな気持ちを持って大丈夫なんだと思いますね。不安はこれからはですね、解消されていきます。転職して新たな地に行くことで、あなた自身の安住の地っていうのは見つけることができますよっていうことですね。そしてオラクルカードの3枚目。魔女です。正義は来たるですね。魔女。最も占い師に近い感じという風になっておりますね、魔女は。ということで、やっぱり強いっていうイメージ、私の中ではありますね。正義は来たるということなので、今までですね、いろんな不正義があったと思うんですよね、お仕事内で。それが今からはですね、きちんと正義を全うできるっていうことですね。公平な世界と言ったらいいんですかね。あなたにとっては今までは苦痛だったと思うんですけれども、これからはですね、晴れ晴れとした気持ちで進んでいけると思います。では、ルノルマンカードですね。ユリです。長く勤めることができそうです。平和的な方法を選びましょうということですね。今後の転職されたお仕事は長く勤めることができるぐらいですね。あなたが安心できる場所っていうことですね。そして、例えば意見をですね、交わすことに関しても、平和的な方法を選びましょうというふうになってますので、例えばあなた自身の意見
を通したいと思ってもですね、そこでですね、自分の意見ばっかりを全部押し通そうとすると、そこがトラブルになってしまうっていう可能性もあるので、人とですね、しっかり意見をすり合わせながら動いていくことで、平和的な解決方法っていうのは導かれていくのかなと思いますね。お互いの意見を大事にしていく。そして採用できるところは採用していくっていう風に動いていくといいと思いますね。とにかく世界の逆位置ですからね。これはもう何と言っても辛いっていうことが第一に感じ取れますので、これからのですね、新天地に向けてもう気持ちを切り替えていきましょう。それによってあなた自身のこれまでですね、不当に扱われてきたこと、きっとですね、能力もうまく発揮できなかったと思うんですけれども、これからはしっかりあなたの能力っていうのは遺憾なく発揮できると思います。それによって頼りにされることがたくさん増えていくと思いますので、そこをですね、目指してですね、進んでいってもらえればなと思います。よろしければこちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。